こんにちは、快適アート塗り絵チャンネルです。今回は塗り絵の3枚目のレクチャーの1つ目の動画になります。こちらの蝶々の絵を塗っていきます。キラキラ絵の具以外は、まず絵墨の目と、あと吉祥の眼彩を使っていきます。筆はターレンスの番号法6本セットを使います。今回は背景の部分を塗っていきます。まずは背景の色選びなんですが、まずはこの3色を塗っていきます。群青と紫の混色、そして白群を使います。タンポポの種を飛ばしている周辺をまずは塗っていきます。まずは塗りたい部分の外周付近を濡らしていきます。全体を濡らしてもいいんですが、私は外周だけを今回は濡らしました。理由としては、水をたくさん画面につけすぎると絵の具が薄まっちゃうので、濃くしたいところだけ塗っていないっていう感じです。こんな感じで外周部分に水を塗れたら絵の具を塗っていきます。まずは群青を使ってちょっとまばらな感じで色を塗っています。何色か使うときはこんな風に白紙の部分を残して塗っていって、そこの部分に別の色を加えていく方が、混ざりきらずに発色が良くなったりするので、何色か使うときこんな風にしたりします。今回は塗りたい範囲を何色かで彩色した後に、その部分に水をポタッと垂らして模様を作っていくバックランという技法を試します。なので最初にその濡れた画面を作っていきます。濡らしている部分が乾いてきちゃったり、またはちょっとはみ出しちゃったみたいな時は、こういう風に水をつけた筆で周りに向かってぼかします。このふわふわっとぼかしていきたいところは、水で濡れている間に絵の具を落としていくようにして模様をつけながらぼかしました。こんな感じで土台の色味ができたら、濡れている間に水を垂らしていきます。乾き具合としてはこんな感じで、ちょっと紙の目が見えるぐらいですね。水たまりになっていない状態がベストです。筆にきれいな水をつけて使います。タンポポの綿毛のあたりに水滴を垂らしていきます。ちょっと筆の説明をしている間に若干画面が乾いちゃったので、乾き気味のバックランっていう感じなんですけれども、乾き具合によって出てくる模様が変わってきます。絵の具が乾いているほど小さくてはっきりした模様ができます。そして水分が多いほどぼんやりとして大きい模様ができます。なので模様の大きさも慣れてくると調節できたりするので、どれくらいの水分量でやるかっていうのを自分なりにテストしてみて、感覚がつかめてくるとこの模様を作るのも結構意図的にできるようになってくると思います。おすすめはさっき言った紙の目が見えるくらいの乾き具合でやるのがおすすめです。綿毛なのでちょっと周りを水をつけた筆で絵の具を取って白くしていきます。ちょっとここの周りの線が暗く出ていたので若干修正していきます。こういう風に暗く出ている線っていうのは紙の表面に絵の具が溜まってくっついた状態になっているので、染み込んでるわけではないっていうので結構取れやすかったりします。なので綺麗にして水気をかなり取った筆でさっさと吐くように触ってあげると多少取れたりするので、それで調整しました。こんな感じでバックランのジュワーっとした白い模様と、白抜きした綿毛っていう感じで表現しました。水気を切った平筆を使って少しだけ画面の端側の絵の具を取って、この色の範囲の形を決めていきます。
たまたま青にしたのでちょっと銀河っぽい感じで流れを作ってみました。皆さんも好きな色でやってみてください。色味の調整ができて乾いたら、次は他の部分も同じように作業していきます。この羽の部分なんですけれども、私は青にする予定で、余白とは対比した色を選びたいと思います。先ほどと同じように濡らしていくんですが、濡らした部分が見えなくてやりづらいなと思う方は、塗る予定の色にもっと水を多く加えて薄めた色で塗ってみてください。こんな風に周りの部分だけ水でぼかして見えやすくしてもいいと思います。黄土と、あとは抹茶色みたいなちょっと混色で作った色味と、あとちょっと赤っぽい色味をにじませました。色は同系色の方がまとまりやすいんですけれども、こういう風に緑と赤みたいな結構離れた色を使うと絶妙な色味が出てきたりもしますので、別の紙でちょっとテストしてみたりとか、若干そういう予行練習的なものをすると色を決めやすいかなと思います。最後に白群も少し入れました。そして乾かないうちにバックランの模様を作っていきます。こんな感じでトンと置いていくんですが、ここはまだ水分が多いのでかなりぼんやりとした模様になっていってます。私がバックランの模様を作るときは、目立たせたいところははっきりした模様ができるようにちょっと乾き気味の時にやって、ぼんやりさせたいときは絵の具を塗ってすぐにやるとか、そういう風に模様の調整ができます。青から黄色っぽい色に変わっていくので、真ん中のあたりは緑っぽい色で同じ作業をしていきました。これは一つずつエリアが乾いてからやっていくようにしています。乾いてないままやっちゃうと、このそれぞれの色のエリアの境目にシミみたいなものができたりするので、きっちりと乾かしてから次の部分を塗っていくようにしてます。濡れている間は結構色を筆で吸い取って取ったりもできるので、画面が濡れている間に絵の具のにじみ方とか色味の調整をしていくっていう感じで、どんどん色を塗っていきます。水気のある場所に絵の具をにじませたり、それから絵の具を塗ったところに水滴を落として作る模様を使ったりして、他のエリアも塗っていきます。絵の具の模様を足したいときは、こんな風に足したい部分全体に水を塗ってから絵の具を落としていきます。そうすると自然にぼやぼやっと模様を足すことができます。ということで、今回の動画では新しく紹介する技法としてバックランの解説をしていきました。この絵では背景に使っているんですが、他にもいろいろなことに使えます。次回は背景以外の部分を塗ってキラキラ絵の具をつけて完成させていきます。新しい技法については特にないんですけれども、今までやってきたようなこととか、あとは塗る時に気をつけたこととか、
あとはキラキラ絵の具をすごい結構種類使ったので、それの解説をします。そちらももしよかったら参考程度に見ていただけたらと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。